まずは床に手をついて腹筋していきます。ぐっと上げる、伸ばしきる、上げる、伸ばしきる、これを繰り返していきましょう。曲げた時にお腹力入れてぐっと腰を丸めましょう。伸ばしきる、腰を丸める、伸ばしきる、腰を丸める。こう肩に力が入りすぎないように意識しましょう。しっかり腹筋使って腰を丸めることが大切です。伸ばしきってしっかり腹筋意識する。反り腰改善なので反ってる人多いと思うんですが、この丸める動き苦手だと思います。次の種目はこちらです。呼吸止めないように意識し続けましょう。肩には力入れすぎないように。よし OK で、次は上げて足クロスしていきます。限界まで上げて下げる。この体勢手がきついよって人は肘ついても OK です。腰反らないようにぐっと腹筋力入れておきましょう。限界まで上げて、もしきつい人はね、寝っ転がっちゃっても OK です。よし、下げる。頑張りましょう。呼吸止めないようにしっかりクロスすることで内ももも使います。腹筋力入れて腰反らないように丸めておきましょう。腰を。次の種目こちらです。頑張りましょう。呼吸止めないように。よし、頑張って。あと少し、もう少し頑張りましょう。よし OK。 次は寝っ転がりましょう。ちょっと休憩です。ドローインやっていきます。寝たまま息吸って限界までお腹膨らませる。もう膨らまないってぐらいまで膨らませたらゆっくり吐きましょう。しっかり吐き切って、この腰と背中の隙間をなくすイメージです。ふっと腹筋力入れて吐き切る。もう一回息吸いましょう。限界まで息吸ってお腹をぐーっと膨らませる。よし、最後ゆっくり吐いていきましょう。吐きながらお腹をへっこませましょう。へっこませる。もちろんこれ15分のきついバージョンなんで最後10秒サボっても OK です。よし、吐き切ったら OK です。起き上がりましょう。この体育座りの状態から手を左右にタッチ、床タッチ、床タッチ、床タッチ、ねじります。この時も腰反らないようにぐっと腹筋力入れて丸めておきましょう。腰反らないようにお腹力入れておく。余裕ある人は足浮かせるとかなりきつくなります。腰だけね反らないように意識し続けましょう。まだ余裕ある人は膝と膝つけたら内ももも効きます。頑張りましょう。よし、きつい OK です。最後の10秒もちろん休憩しても OK です。しっかりねじる。腰は反らないようにお腹に力を入れる。呼吸止めないように意識し続けましょう。よし OK です。次もう一回寝っ転がります。よし、じゃあ次は足を限界まで上げます。限界まで上げたらゆっくり下ろす。膝曲げてぐっと手前に引いたら伸ばす。ゆっくり下ろす。腹筋使います。腰反っちゃう人は下まで下げきらなくても OK です。ぐっと腹筋使って上げる。ゆっくり下ろす。腰が反らない範囲で下げましょう。しっかり曲げて腹筋使ってぐっと丸めて伸ばしきる。ゆっくり下ろす。腰が反らない範囲で下ろす。最後10秒サボりましょう。よし OK。 伸ばしきる。最後1回ゆっくり下ろす。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次ちょっと休憩ストレッチ、お腹のストレッチやっていきます。もうただ単に万歳するだけ、こう前面が伸びると思います。こう手を上げて肩痛いよって人は痛くない範囲でね、こう上げてもらえれば OK です。もし腰が反っちゃうよって人は膝曲げちゃいましょう。で、余裕だよって人は手を限界までぐーっと上に上げましょう。お腹、この前面が伸びてれば OK です。反り腰の動画が好評だったので、こうやってきついバージョン作りました。ぜひ反り腰の動画にある反り腰チェックね、最初にやってからやると効果的だと思います。
よし OK。 次は正座します。よし OK。 で後ろに手をつきます。このままパタパタ動かしましょう。前もものストレッチをしてます。こうパタパタしてしっかり膝床につくようにしましょう。こう空中でパタパタじゃなくてしっかり床につけるつけるつける呼吸止めないようにしましょう。こう手をつく位置は楽な位置自分で探しましょう。こう肩に力が入っちゃうと肩こりの原因になるので、力が入らない楽な位置で前ももを伸ばすパタパタしていきましょう。最後10秒もちろんサボっても大丈夫です。次の種目もこの正座のままなので正座のままサボりましょう。よし OK。 次は前ももストレッチです。後ろに手をついて前ももが伸びるところまで後ろに倒れます。しっかり膝は床につけておきましょう。まだまだいけるよって人は肘つきましょう。膝はねしっかり床つけたまま後ろに倒れる。でこの時にお腹が突き出ちゃうと伸びないです。お腹力入れてグッと腹筋に力入れるとお腹が突き出ないようにしながら前ももを伸ばしましょう。反っちゃうよって人はあんまり倒れない方がいいと思います。もちろん最後の10秒休憩しても OK です。次の種目は寝転がってやるので寝転がってサボりましょう。よし OK。 次寝転がって股関節を片方ずつ外回ししていきます。右足からいきましょう。ゆっくり上げて外回しです。前もも使ってあげるっていうよりも股関節付け根下っ腹この辺を使って大きく回しましょう。ゆっくり大きく外回しです。これ今回の動画では外回しだけ行います。なぜかというといろいろこうアンケート取ったりヒアリングした結果内股で反り腰の人がものすごい多いからです。外に開く動き苦手な方が多いので外回しのみ行います。もし腰痛い人は左膝曲げましょう。大きく下っ腹付け根を使って大きく外回し呼吸止めないようにしましょう。よし次そのまま逆回しやっていきます。左足付け根から上げて外回しです。最近サブチャンネルも毎日更新するようにしてます。なぜ反り腰になるかとか床に座るとき、どういう風に座ったら体にいいかとかいろんなことを解説してます。なので、自分の体に悩みがあるなんかこう疑問があるって方はぜひサブチャンネル概要欄コメント欄に貼っておくのでぜひご覧いただければと思います。サブチャンネルはこういう実践がないのでこう移動中通勤中とかあと家事しながらでも聞けるようになってますのでぜひお気軽に聞いてみてください。最後10秒遠慮なくサボりましょう。こうゴリゴリなる人は痛みなければ OK です。痛みがある人はゆっくり小さく痛みない範囲で行いましょう。次はお尻を持ち上げるやっていきます。今までもやったことあるんですが今回は腹筋にしっかりグッと力を入れてこの段階でお尻を浮かせておく。そのままお尻浮かせる。腹筋とお尻両方効かしてます。しっかりと腹筋に力入れてお尻を浮かせておく。そのまま持ち上げる。お尻と腹筋ずっと力入れておきましょう。こう骨盤がこっちじゃなくて後ろにねぐっとこう入るようにしましょう。お尻を浮かせた状態で持ち上げる。お尻と腹筋使ってます。こう腹筋使う感覚ない人はお尻使う感覚あればそれで OK です。しっかり腹筋力入れてお尻浮かせて持ち上げる。頑張りましょう。よし OK。 次は右足股関節を外にグッと開きましょう。外に開いた状態で横にグッと動かす。ここ使います。お尻の横しっかり股関節から外開いてつま先外向いた状態で開く開く。もし腰がきついよって人は左足曲げましょう。ここを使います。お尻の横をしっかり股関節外にねじった状態で横に動かしましょう。こう安定しない人はね手で左足こう支えてもいいですしここを使いてれば OK です。頑張っていきましょう。最後10秒サボってももちろん OK。 お尻の横をしっかり使いながら股関節外に開いてます。次の種目はこの種目で
左足やっていきます。左足つま先外、股関節開いて真横にグッと上げていきましょう。真横に上げる。頑張っていきましょう。しっかり股関節開いてお尻の横使う。頑張りましょう。右足曲げてももちろん OK です。きついですね、これね。内股の方多いので、しっかり外に開く練習を今はしています。もちろんね、もう後半なので最後の10秒遠慮なくサボりましょう。この種目腰反って痛いって人は少し腹筋力入れながら右膝曲げて行うと良いと思います。ちょっとあと少し呼吸止めないように頑張りましょう。よし、次は休憩ストレッチです。両膝曲げて外に開く。このままパタパタ動かしていきましょう。これそんなに伸びているって感覚なくて大丈夫です。内に入った股関節を外に開くことが大切なので、無理ない範囲で開いてパタパタ動かしましょう。これでも腰反っちゃうって人はちょっと腹筋力入れておきましょう。少しだけ腹筋力入れたままパタパタしましょう。まだ全然余裕だよって人はこの足を手前にグッと引くとちょっとねきつくなります。呼吸止めないようにしましょう。よし、次